落ちラジオ。焚き火っていいよね。想像してみてください。今日もヘトヘトになるまで頑張ったあなた。焚き火のそばでの友達の話し声を聞きながら、肌に残るかすかな熱気と炭のかすかな匂いとともに、テントの中の暖かい寝袋で寝る瞬間、素敵だと思いませんか？焚き火の至福感と癒し効果に、寝る前ほんの少し潜在意識のアップデートを提供するスロートーク番組。ベッドに横になってイヤホン推奨、寝落ち OK。 心理カウンセラー新たがあなたの眠りをサポートします。この番組の提供は、心の扉を開く魔法の心理カード、心カード。自己肯定感を育むオンラインサロン、自分をとことん愛する方法。思いで世界を作るライトワーカーズラウンジの提供でお送りいたします。今日お手伝いをしていただいているのは、自分生きアドバイザーのまゆこさんです。こんばんは。こんばんは。今日のゲストは素肌磨きアドバイザーの白石あゆみさんです。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。うちの奥さんなんですけどね。ということで、第1回目のゲストは、栄えあるゲストは、はい、あやみさんということありがとうございます。光栄でございます。はい、ということで、うちで収録してるんですけど、まずね、この番組は、いろんな焚き火を前にして、焚き火の音を聞きながら、その人の人となりだったりとか、なんで、どういう活動をしてるのかとか、なんでそういう活動をされてるのかっていうのを、インタビューしていく、掘り下げていくような番組ですね。で、睡眠学習じゃないですけど、その潜在意識で、ちょっとね、新しいエッセンスを取り入れていただいたらなと思っていこうと思います。で、まず、第1夜、最初のテーマですけれども、まずは活動紹介。どんな活動をしているのかということですね。そうですね。はい。どんな活動を今していますか？ホームエステのエステマシンを紹介してるんですけれども、お肌を磨く習慣をたくさんの方に持っていただけたらっていうことなんですけど、自分的に美容の仕事っていうのはすごく違和感があって、不思議なんです。お肌を磨くっていうのがすごく自分を愛する時間というか、そういう感じなんですよね。もともと私自分がそのお手入れをすごく気に入って取り入れてることで、気づいたらお仕事というか事業主になってるんですけど、本当私はアトピータイプで肌がとっても乾燥で、シワシワで、なんならもう痛くて悩んでたので、自分の肌が良くなればっていうことでそのお手入れを始めたんですけど、自分もそうなんですけど、例えば他のお肌悩みでシミとかニキビとかいろいろあると思うんですけど、皆さんそれぞれその悩みが解消するだけじゃなくて、内側から満たされていくというか、なぜか家族仲が良くなるとかすごく不思議な現象が起きていて、ただお肌をきれいにするだけの仕事だったら私やってないと思うんですけど、
主人がコーチングとかカウンセリングやってるのと同じ感覚で私は仕事をさせていただいてます。はい、すごい。なんか同じ女性としてね、うんまゆちゃんもなんか、うんどういうことみたいななんかあるんじゃないどうですか？いや、そうだから自分をいたわるっていうことですよね。そのなんていうんですか、お肌を通じた自分を満たす時間みたいな感じですよね。私なんかその肌に関してはめちゃめちゃ無頓着なので自分がね。そうなんですか。でも綺麗。そう、なんかね、強いんですよ、多分。肌がそんなに弱い方じゃないんですよね。だから、そんなにケアをしなくても、それなりを保ててしまうっていうのが、私は、なんか、もっと綺麗になるはずなのに、このままにしている自分っていうのをたまになんか、ちょっとちゃんとやればいいのにっていうふうに思うんですけど。でも今あやみさんが聞いたみたいに、その肌をいたわる時間を、自分をいたわる時間っていう風に捉え直したら、なんか楽しそうみたいな風に思って、いやなんか本当すごく不思議なんですけど、3回無料で体験して、始めてもいいし始めなくてもいいっていうスタンスのところなんですけど、なんか体験中に泣き出したりする人とかいるんですよ。なんかなんていうんですかね、心の金銭に触れて、もう何人も泣かせてるんですけどとかなんかね、本当今までこう自分を顧みずに頑張ってきたんだねとかって言うと、もうなんかお手入れしながらボロボロ泣き出したりとか、すごい覚えてるのは、ご主人に亡くされてお子さん2人をもう無我夢中で育てて、もう自分の身なりとか構わず頑張ってきたママさんが、なんか自分のご褒美だよって言って体験に来て、なんかもうね、ちょっと最初はそういうとこに来るのも抵抗があったみたいなんですけど、お手入れしてメイクしてさせてたら、もう鏡を覗き込んで、これ私ですかって言って、なんかボロボロ泣き出して、なんか帰りにワンピース買って帰りますなんて言って、もうなんかそれ見て私も涙が出てきちゃって、だからそれはお子さんが一番嬉しかったんじゃないかなと思って、なんかね、自分たちのためにママがすごい頑張ってて、ママのね、笑顔が一番子供たちは嬉しいと思うから。なんかそういうようなことがもう毎日起こってるので、なんか感動がね。なんか、お肌のお手入れをしつつ、心のお手入れをしていくような感じね。なんか、ある整体師の方とかな、なんか体験に来た時に、私たちがやってるのって自分で自分のケアを、ホームエステでセルフケアをするっていうコンセプトなんですけど、なんか、これお家で自分でやるっていうことがとっても大事よねなんて言って、その方に言われて、そうなんですよなんて言ってたら、ね、なんで女性の方が男性より長生きか知ってるって言われて、ずぶといからですかねとか言ったら、なんか女性の方が男性よりもこうスキンケアの習慣があるから、なんか細胞にこう愛情が伝わるのよねってその方が言ってたんですよ。愛情が伝わる。だからこうやって自分で自分の肌をこう化粧水塗りながら触るとか、そういう習慣が男性よりも多い人が多いから、その時に細胞にこう愛情が伝わるなのねって。ご自愛タイム。そう。だからそれによって細胞が長生きするですって。なんかね、よく本当か嘘かわかんないけど、ローマの方でなんか生まれたばかりの赤ちゃんをお母さんから引き離して、なんかこう全然関係ない人がミルクだけあげるけど抱っこはしないみたいなことをしたら、もうほとんどの赤ちゃんが死んじゃったって。なんかだから肌と肌
この触れ合い、スキンシップがないと人って生きられないらしいんですよね。だからそれの一番の大元は自分で自分の肌を触るっていうことがすごく大事なんじゃないかなっていうのを、だからあんまり自分のこと好きじゃないみたいな人には、とにかく自分の肌を丁寧に扱うとか、大事に触るっていうことをまず始めると全然違うんじゃないかなって。自己肯定感が上がりそうだよね。そう。だからね、そうなんですよ。なんかそれをすることによって、なんかママ自身の気持ちが満たされるから、旦那さんにも優しくなるし、夫婦仲が良くなるから、なんか子供もなんか伸び伸びするみたいな現象が今、私の周りですごく増えていて、もともと私のやってるところの創業者の方が真剣に世界平和を目指してる人でなんか最初すごい大きな理想だなみたいな感じでいたんだけど、この人本気なんだって思ったのが、やっぱり世界は家庭の集まりだから、一個一個の家庭の、しかもお母さんが結構キーポイントで、お母さんが満たされてるかどうかで、すごくこう家庭があったかくなるか殺伐としたものになるかって、お母さんの心の満たされ具合ってすごく大きいんですよね。女性から世界を変えていく。そう。もともと私塾の先生をしてたんですけど、なんか中学3年生の男の子ですっごくイケメンだし、勉強もできるし、運動もできるけど、人生にやる気がない男の子がいてもったいないよって言って、もっとなんかやる気出せばすごいのにっていつも言ってたんですけど、なんかうぜえとかめんどくせえみたいな感じの子だったんですけど、そう、三者面談の時にお母様が来た時に、ああ、原因はこれかっていうのが分かっちゃって、なんかお母さんがもう来てすぐに息子さんをバーンって叩いて、このバカちゃんとやってますかみたいなことを言い始めて、なんかってなって、なんか息子さん頑張ってるんで褒めてあげてくださいみたいに言ったんですけど、後から振り返ると多分お母さんが満たされてないっていうか、もういっぱいいっぱいだったんだろうなーって思って、だから子供をほっといてもこう伸び伸び育つ環境があれば伸び伸びするんだけど、お母さん大事だなーと思ってたんですよ。こんな話してていいんですか？こんな感じでいいですか？もうそういう活動を。だからまあ家庭を平和にするために、ママが満たされる、女性が生き生き自分をこう愛することができるようになるっていうことを、まあそのスキンケアを通してやってる。そうですね。っていうことなんですね。はい。そうです。なるほど。まゆちゃんどうですか？いやー、すごい奥が深いというか、私はだからそこまで自分の肌を触ると、そんなに、なんていうの、細胞に愛情が伝わるとか、そこまで考えてなかったから、困んない程度にペペペってやって、なんか、おしまいみたいな、そういう感じだったから、私の満たされ具合が変わるんだったら、今日からやってみようみたいな。ぜひぜひ、本当。女性性がすごく開きそうだね、その時間。そういう時間だと思ってやれば、楽しめそうですよね。なんか、意味合いが変わる。そうそう。今までタスクみたいになんか。でもね、そういう人多いと思うんですよね。だから結構めんどくさいんで何もしてませんみたいな
お客さんも結構いたりして、その意味合いが伝わると、だからなんか意外とこうパートナーとうまくいってないみたいな人が、そこを変えるだけでなんか最近すごい愛されてるんですよねみたいな人が結構増えてますね。心のメンテナンス時間だね。いいですね。だから毎日やることの中にそういう時間がある、あえて取るんじゃなくて、なんか考えるとすごいいっぱい満たされるチャンスっていっぱいあるんだなって。なんか丁寧にね、美味しいものを作ったりとか、ゆっくりお風呂に入るとかも結構。それ通じね。なるほど。そんなあやみさんですが、何かね、聞いてる方に向けて、ちょっとおすすめテクニックじゃないけど、おすすめスキル、なんて言ったね、おすすめ技の伝授をね、一個。まあ、多分、いろいろあると思うんだけど、まず聞いてる方が、まあ、明日からでも、ちょっと取り入れられそうな、今もね、ちょっとあったと思う。何か伝授してもらえるとしたらどんなのがいいですかね。なんか、意外と間違ったケアでお肌をダメにしちゃってる方が結構多いんですね。なんか、私最初、今やってるホテルのところに行った時に教えてもらったんですけど、お肌はね、熟れた桃だと思ってくださいねって言われたんですよ。熟れた桃ってなんかちょっと押すだけでへこんじゃうし、なんか茶色くなっちゃったり、なんかほんと白いこうね、こう発泡スチロールみたいな網にこう包まれてるぐらい繊細じゃないですか。お肌はほんとそんな感じなんですよって言われて、私それまで結構ガシガシ洗ってたし、で、なんか、こすることによって、頬をね、自分で薄くしちゃってたりとか、なんか刺激でシミ作ってたり、シワ作ってたりする、たるみ作っちゃったりすることがあるので、本当に、とにかく優しく、特に目元。なるほど。なんか、お顔の中で一番厚みがあるのがおでこで、それよりも、半分ぐらいの薄さなのが頬で、さらに半分なのが目元って言われてるんですけど、だから、アイメイク一番ね、心をメイクしやすいので、やっぱりガシガシこすっちゃう方多いんですけど、本当に優しく。で、いろんな美容法があるので、何が悪いとかは言わないんですけど、私が勉強した中では、お肌って叩くと硬くなるんですよね。ペンダコって硬いじゃないですか。それ叩かれて、それに負けないように皮膚が硬くなってるんですよね。よくパパパパって叩く方もいるんですけど、朝青龍みたいなね。なんかね、それによってお肌がとっても硬くなってしまうので、例えば段ボールを折るとすごい折った後がシワになると思うんですけど、ティッシュって折ってもそんなにこうシワにならないっていう、柔らかいとあんまりシワになりにくいんですよね。だから叩いてそれに負けないように皮膚が硬くなっちゃうと、シワがね深く入りやすくなっちゃうんですね。なので本当に優しく、熟れた桃と思って。でもね、そうすると本当お肌もね応えてくれるんですよね。柔らかくなっていくので、もう顔だけじゃなく体もそうなんですけど、こうやって扱うと本当、触り方で全然お肌変わってくるかなって。なるほど、それは。思います。あとタオルの拭き方とかね、ガシガシするから、顔からお迎えに行ってくださいとか聞きました。私も。それはだいぶ変わるね。扱い方、意識が。熟れたまますぐね、なんかちょっと力入れるとべしょっとになっちゃうから、そーっとね。押した時に桃茶色くなるでしょってお肌で言うとシミよって言われて。
でなるほど。こう横にスライドするとよれるでしょ、たるみよって言われて、いやってなって気をつけようって思ったんです。売れた桃を扱うように優しー、く、うん慈しむ。お肌にとって一番大事なのは血行促進なんですけど、それは本当に表面は優しくするんだけど、内側を血行を良くするっていうのを私たちがやってるホームエステでやってるんですけど、そこは、今後ね興味がありましたら、はい。なるほど。でもすごいいい話を聞けた気がするね。これは全部共通したためになる。ね、なんか特に今ね、コロナの時期で、なんか結構世知辛いというか、ちょっと人があまり触れ合わない時期だと思うので、お家にいて自分で自分のお肌をいたわるというか、愛をこう伝えていただくと満たされるんじゃないかな。いいと。心がね、満たされる。満たされそね、今話を聞いてるだけですごい温かい気持ち。よかったです。うちラジオです。じゃあ、まあ、続いて、僕は、また第2夜、また来週になるかな。で、そんな活動をどうしてやろうと思ったのかとか、どんな葛藤があって、それをね、乗り越えて今があるのかっていう話を、来週聞いていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。